皆さんこんにちは、立花さゆりです。やらなきゃいけないの分かってるんやけど、でもなかなか動けない、そんな経験ありませんか？実は行動力のある人っていうのは、やる気があって動いてるんじゃなくて、やる気がなくても動ける仕組みを知ってるだけなんです。今日は私自身も意識している、やる気がなくても動ける方法3選ということでお話ししていきます。そしてこの動画の最後の方にさゆり先生の小話っていうコーナーがあります。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしてこの動画がお役に立ちましたら高評価ボタンと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまず1つ目です。たったの5分で終わることは今すぐにやると決めることです。例えば食器を洗う、掃除機をかける、メールの返信をする、 LINE の返信をする、書類を片付けるなど、こういった小さなことを後回しにしてしまうと、頭の中にねずっとうわあれやらなきゃって残ってしまって、知らないうちにストレスになります。なので5分で終わることはすぐにやるって決めてしまえば、脳にも心にも余裕が生まれます。実は多くの場合って始めるまでが一番面倒に思いますよね。でも一旦始めてしまえば、あれ思ったより早く終わったという経験ありませんか？どうしようかなって迷う時間がもったいないので、かかる時間を計算してさっさと始めてしまうことを意識してみてください。はい、もう一回言います。5分でできることは今すぐにやると決めてください。これで少なくともお家の中はきれいに保てます。はい、では2つ目です。やり終えたら自分に小さなご褒美を用意することです。例えば書類の作成が終わったら好きな紅茶をいただこうとか、あとお掃除が終わったら好きなドラマ1本見ようとか、あと撮影が終わったら編集に取り掛かろうとか最後のは冗談です。こういった小さな楽しみ、小さなご褒美でいいんですよ。人は頑張らなきゃって思うよりも、終わったら楽しいことが待ってる、嬉しいことが待ってるって思う方が体は自然に動きます。ただしですよ、ご褒美はめちゃくちゃ豪華である必要はないです。大切なのは自分が嬉しくなることです。自分にご褒美をあげて、自分を上手に励まして、そして自分をいっぱい褒められる人はどんどん前に進めると思います。努力を続けるためには、自分を追い込むことよりも自分と上手に、そして優しく付き合うことの方が大切だと思います。はい、では3つ目です。やり遂げた後の自分を具体的に想像することです。例えばお部屋が片付いたらどんな気持ちになるか、大きなお仕事が終わったらどんだけ気持ちが軽くなるか、資格試験に合格したら、ダイエットに成功したら、新しいことにチャレンジできたらなど、未来を詳細に思い描くほど今やる理由っていうのがはっきりしてきます。逆に現にあるめんどくさいって感情を見てると、人はなかなか動けません。成功している人ほど今よりもその先を見てる人が多い気がします。未来の自分が笑顔でいる姿を想像すると、さっきまで重かった一歩は不思議と軽くなるはずです。ぜひやらなきゃではなくて、終わったらどんな自分になってるんやろう、そういう視点で考えてみてください。はい、では今日のお話をまとめます。やる気がなくても動ける方法3選です。この3つは私が日頃から常に意識してます。まず1つ目です。5分で終わることはすぐにやると決めることです。そして2つ目です。終わったら自分に小さなご褒美を用意することです。そして3つ目は
やり遂げた後の自分を想像することです。やる気っていうやつは待つものではありません。やりだしたら後からついてくるものです。はい、ではここで皆さんに質問です。この3つのうちにこれめっちゃめっちゃええわと思ったものありましたか？あったらぜひコメントで教えてください。番号だけでも大丈夫です。お待ちしてます。はい、では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイはい、実は私結構ピンときたらすぐ動くタイプなんですよ。で、逆になんかピンとこないな、しっくりこないなと思ったら無理に動こうとしないタイプなんです。もちろん仕事やったらやらなあかんことはきちんとやります。でも自分の人生、自分のキャリアにおいては自分の直感をめちゃくちゃ大事にしてます。今までを振り返って考えてみてもピンときて、あ、これだっていうふうに思ってすぐに行動したことはほとんどがなんかいい結果で終わってます。逆になんかあんまり気が進まないけどなって思いながらやったことはもうほとんどじゃないですね。大半がいい結果で終わってなかった気がします。もちろん直感だけで全てを決めるっていうことはちょっとお勧めしません。大切なのはやっぱり考えるときはちゃんと考えて、そして自分の心がこれやりたいってなったらそのタイミングを逃さずに行動することが大切だと思います。チャンスはいつまでも待ってくれませんからね。なので皆さんもこれやってみたいと思うことがあればぜひやってみてください。その一歩が皆さんの未来を大きく変えてくれるかもしれないです。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。